はい、ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具山カフェです。今日はですね、めちゃくちゃ静かでギミック満載のメカニカルキーボード Be Quiet のダークマウントをご紹介します。また静音はそのままで合体ギミックのないライトマウントも同時にご紹介します。はい、こちらテックインドさんからレビュー用に送っていただきました。ありがとうございます。詳細は概要欄に書いておきますのでチェックしてみてください。それでは早速行ってみましょう。Be Quiet というメーカーは PC の電源ユニットの開発製造を行っているメーカーで、今回はメカニカルキーボードを出してきたということなんですね。まずはダークマウントの特徴です。有線専用メカニカルキーボードになっていて 80% 点キーレスキーボードと点キー部分が分離合体、そしてメディアドックも着脱可能というね、使う人に合わせたレイアウトが可能になっているわけです。そしてとにかく静かなスイッチを採用しています。 Windows に特化してキーマップやマクロ、ランチャー機能を搭載してアプリケーションやウェブブラウザでその機能の設定が可能になっています。スイッチは静音タクタイルと静音リニア、今回はタクタイルスイッチのものを送っていただきました。また今回はですね、分離合体はしないんだけど、静音性の高さは同じレベルのライトマウントというキーボードで、こちらはね、静音リニアスイッチのものを送っていただいたので、比較しながら見ていこうと思います。まずはね、外観をチェックしていきましょう。まずはキーボード本体ですね。カラーは黒系でまとめられているわけです。有線専用でケーブルの長さは約190センチなので、キーボードの配置のアレンジはしやすいと思います。ケーブルの表面素材はナイロンっぽくて高級感があります。キーレイアウトは暗視配列、いわゆる US レイアウトということですね。で、LED ライトが外周を囲んでいるわけです。で、本体の両サイドには点キーパッド接続用の端子、本体後方にはメディアドック接続用の USB 端子があります。本体底面には角度調整用の足はありませんが、付属で角度調整用のパーツがあり、それで角度を調整します。で、こちらですね、本体に磁石でつけて高さを調整するようになっていますね。できれば角度調整用の足は本体についていると、外した時にね、しまう場所を考えなくてよかったかなとも思うんですけども、一方ね、そもそも角度調整用の足って、頻繁にね、付け外ししないから、あまり問題にはならなくて、むしろね、作りがシンプルなのでいいかなというふうにも思います。点キーパッドは点キーとランチャー部分があります。ランチャー部分は8つのボタン、LED が外周を囲んでいるのは本体と同様ですね。そしてメディアドック、ジョグダイヤルと5つのボタンで構成されているわけです。ということで合体ギミックをね、確認しちゃいましょう。点キーパッドは本体の左右どちらかに接続できます。右につければいわゆる普通のフルサイズキーボード、左につければ本体とマウスの距離がかなり短くなって、点キーのキーマップをカスタマイズすることで片手デバイス用に使うってこともできちゃうんじゃないかなと思いますね。で、メディアドックは本体の上部の左右どちらかにつけられるわけですね。点キー本体にある USB コネクターにPC から直接 USB ケーブルを接続しても、これね、点キーとしては認識しなかったので注意してください。そしてキーボード手前にはリストレストも磁石で接続できます。このリストレストは本体と点キー部分がそれぞれ独立していますので、自分のレイアウトに従って着脱できるというのがいいですね。いや、これはね、作業がはかどりますよね。着脱が簡単だから普段は点キーレースとして使うんだけど、必要な時に点キーを接続してね、フルサイズで使うっていう使い方って、これから確定申告の時期になってくる私としては、めちゃくちゃ便利だと思います。さて、このキーボードの特徴でもある静音性についてもチェックしていきましょう。スイッチは静音タクタイルと静音リニアの2種類から選択可能ですね。で、タクタイルはですね、仕様はこの辺に書いておきますが、ナイロンハウジングとポムステムを採用ということです。で、とにかく静か。なんだけど、僕のこのタクタイルの場合なんですけどね、キー入力時にこのタクタイルの引っかかり感をしっかり感じるんですよね。で、雑音と言われるものはほぼ皆無なんじゃないかなと思います。で、特注に感じる打鍵負荷、そして底付き時の
指へのフィードバックと音、これがですね、心地いいわけです。この気持ちよさを構成しているのは、スイッチとですね、それからトリプルレイヤーダンプニングシステムと呼ばれるものなんですね。で、この合計3層の吸音層があるということで、まず1つ目がスイッチと PCB の間、そして PCB の下にもう1層、そして底面ハウジングにシリコンパッドということですね。で、スペースバーには吸音材もセットされているわけです。で、一方ね、リニアの方はね、ライトマウントの方で確認していきますね。で、仕様はちょっとこの辺に書いておきますけども、静音の性格はほとんどタクタイルと同じだと思いますが、タクタイルの時に感じた途中の引っかかり感っていうのはなくて、底付きまでスムーズにストロークするわけですね。静音感で言うと、タクタイルもリニアもほぼほぼ同じ感じなんだよね。で、なんだけど、タクタイルはさすがに途中の引っかかり感があるので、やっぱり自分の好みに従ってタクタイルかリニアを選択していいと思います。で、どちらもめちゃくちゃ静かです。キーキャップは PBT ダブルショットになっています。刻印部分が透ける仕様になっていますので、ライティングがね、とても綺麗なわけです。で、個人的には、この指当たりのね、感触も良くて、さらっとした感触で打鍵していてとても気持ちいいですね。で、点キー部分見ていきましょう。点キープラスランチャー機能ということで、基本的には Windows 専用になっているわけですね。ランチャー部分は8個のキーを装備しています。で、専用アプリもしくはブラウザで機能の割り当てが変更なんですね。アイコンの変更、それからね、どういった機能を割り当てるかというのが設定できるんです。様々な機能をね、アサイン可能なんですね。ウェブサイトを開いたり、特定アプリケーションを起動したりですね。でこの点キー部分は、キーボード本体左右のどちらにでも接続可能なわけですね。メディアドックはですね、この本体の上側につけるんですけども、左右どちらに好きな方に接続できるわけですね。メディアドック本体はジョグダイヤルと7つのボタン、そしてディスプレイで構成されています。メディアの再生停止、そしてストップウォッチ時計タイマー、RGB ライトのパターンの変更、RGB ライトの明るさの変更ですね。それから再生中のメディアの表示とかですね。そういったことが可能になるわけですね。何にせよですね、この物理ボタンを押してオペレーションができるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいですね。やっぱり触感とフィードバック、それが機能として割り当てられていて、実際に実行されるっていうのが脳の感覚的にすごく気持ちいいんですよね。で、このメディアドック部分なんですけども、使っていて思ったのは、ディスプレイ部分に角度がつけられるといいなと思いましたね。ちょっとだけ画面が立ち上がってくれていると、より視認性が上がったかなというふうに思います。ライトの表示もチェックしておきましょうね。ライトはスイッチ部分と、それから本体の外周を取り囲んでいます。ライトのパターンはですね、
メディアコントロールでも設定可能ですし、キーボードコンビネーションでも設定可能です。で、スイッチが見える構造になっているので、ライトの発光がね、すごく綺麗に見えるんですよね。で、スイッチ部分のライトは上についているいわゆるね、ノースフェイスの構造になっています。スイッチの文字刻印部分も綺麗に光っていて、暗い部屋でも視認性が高いし、何よりね、ゲーミング要素が高まりますよね。キーマップ変更についても確認しておきましょう。専用アプリとブラウザ版があります。アプリは Windows 専用ですね。Mac で使えるとね、良かったんですけどね。で、基本的なキーマップ変更やランチャーの登録などが行えるようになっています。で、動画編集時点ではモッドタップの設定ができません。モッドタップというのは、キーを短く押した時と長く押した時で役割を変えることができる機能のことを言うんですけども、これのいい点というのは、僕個人的にはですね、スペースバーの左右を全角と半角に割り当ててるんですね。で、短く押せば、全角、半角。長く押すと通常のオルトキーになるっていう設定をしたかったんですけども、今回できないということで、このあたりはね、実現してほしいなと思いますね。で、このね、合体ギミックも楽しいし便利なんだけど、いや、それ不要だよと。静音タッチを味わいたいんだという人にはですね、ライトマウントがおすすめです。で、こちらはですね、合体ギミックとか、それからメディアコントロールのドックはないんですけども、ダークマウントと同様の静音仕様で、オフィスでのキーボード入力はもちろんね、自宅でも静かに作業したい人には最適なキーボードの一つだと思います。ランチャーボタンやメディアドックがない代わりに、ノブやマクロ用のキーがね、本体左側に用意されています。合体ギミックがない分、シンプルに作業できますし、見た目のかっこよさという点では、ダークマウントと同様なんじゃないかと思いますね。はい、ということでお値段です。詳細は概要欄に書いておきます。Amazon で値段は確認していますね。Be Quiet ダークマウントメカニカルキーボード、タクタイルスイッチ、リニアスイッチともに 38,364 円。ライトマウントメカニカルキーボード、タクタイルスイッチ、リニアスイッチともに 24,222 円ということで、有線静音を気にしなければ静音性も高く、このキーボード本体の作りもしっかりしているしね、何よりかっこいいので、所有感っていうのはかなり高まるんじゃないでしょうか。ということで質問ありましたらコメント欄までチャンネル登録まだの人はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。